こんにちは、ミッキーです。今回は上野カフェ&グルメ5選としてご紹介していきます。最近の円安の影響もあり、日本全国からの観光客はもちろんのこと、外国人観光客からの人気も高い街、上野。これまでにも喫茶店を中心に様々な魅力をご紹介してきました。今回は従来通り喫茶店の街であります上野の喫茶店もご紹介しつつ、昔ながらのレストランや美術館が集まる芸術の街上野の魅力にも触れていきたいと思っています。また今回は東京観光の際の宿泊スポットとして参考になるようなホテルも1軒ご紹介しますので、ぜひカフェ巡りや食べ歩きをより充実させるための参考にもしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずはじめにご紹介しますのはブルックスというお店です。こちらは全席喫煙可能な店舗になっていますので、未成年の方の入店は不可能なんですけども、ぜひ大人の方はくつろげるスポットとして参考にしてほしいです。昔ながらの喫茶店が多く存在する上野エリアにて、少し南に歩いた御徒町駅の近くに店を構えますブルックス。ピンクと黄色の丸文字が印象的なコーヒーパブブルックスという看板が特徴的で、通りを1本入った上で階段を降りた半地下の店舗になっているので、より落ち着いた雰囲気になっています。ブラウンが基調の昭和な店内は細長く奥へ伸びていまして、テーブル席の他にカウンター席もありますので、お一人様はもちろんのこと、複数名でも楽しめるような隠れ家的な空間です。ドリンクメニューはベーシックなコーヒーやカフェオレ、ウインナーコーヒーなどのコーヒー系ドリンクはもちろんのこと、急須で提供されます緑茶など非常に豊富です。そしてコーヒーパブという店名の通り、ビールやワイン、ハイボールなどのアルコールメニューを楽しむこともできます。そしてお食事メニューは王道の喫茶店メニュー。全時間帯で注文できますピザトーストやナポリタンに加えまして、ランチタイムには豚肉のソテーやハンバーグにコーヒーや紅茶がセットになったお得なメニューも用意されています。今回はオープンから11時までの時間帯で注文することができますモーニングサービスを注文しました。お好きなドリンクに150円から250円程度上乗せすることで、トーストやゆで卵をセットにすることが可能。充実の朝食が楽しめるような喫茶店らしいようなサービスです。この日はメロンフロートをドリンクにモーニングサービス C のセットでいただきました。C セットはピザトースト、ゆで卵、ヨーグルトの組み合わせになっているメニュー。注文したドリンクのメロンフロートはシンプルながら昭和らしさを感じられるような一杯でした。ピザトーストはトマトソースの上にベーコンやオニオンスライス、ピーマンとチーズがたっぷりトッピングされた一品。こちらもシンプルでありつつ、程よい満足感のあるコスパ抜群メニューになっていました。また、ゆで卵は昔ながらのエッグスタンドに入って提供。ちなみに、モーニングセットというと、トーストなどのパンがついてくることが多いんですけども、この C セット以外にも、おにぎり、ゆで卵、味噌汁をセットにできるようなメニューもございましたので、気になる方はそちらを注文してみるのもいいかもしれません。続いても朝から楽しめるような魅力的な喫茶店。こちらは六洋館というお店です。先ほどのブルックスさんの近くにあるお店なんですけども、こちらも繁華街から少し離れているので、上野駅周辺の雑踏から離れて少し落ち着いて過ごすことができるような空間です。レンガ造りの外装に赤いひさしの外観。入る前から渋くレトロな雰囲気が漂っています。実は JR 御徒町の近くにコーヒークラブ六洋館という名前の地下喫茶があったんですけども、そちらは多くのファンに惜しまれながら2019年に閉店してしまいました。実は今回ご紹介する六洋館が本店になっていまして、閉店した御徒町店はオーナーさんからのれん分けによって創業したとのことでした。こちらは店内に入りますとまさに純喫茶の装い。ダークブラウンの昭和感満載の木製テーブルとカウンター、天井から吊り下がるランプも味を出しています。こちらで提供されますフードメニューはツナや卵などの具材から選べるサンドイッチに加えまして、シンプルなバタートーストやピザトーストなどのパン系のメニュー、また喫茶店といえばのナポリタンやたらこスパゲティ、ドライカレーやチキンピラフなども充実しています。
11時から15時まで楽しめますランチセットは日替わりパスタとサラダにコーヒーもしくは紅茶をセットでいただくことができます。店内の看板には今日のランチと記載がありましたので、日替わりで様々なメニューを楽しむことができそうです。この日はナポリタン、ナスと豚肉の和風パスタ、五目ピラフの3種類がランチで提供されていました。ドリンクはコーヒーに加えましてウィンナーコーヒー等のアレンジメニューもありましたし、フロートもラインナップされていました。その中、この日は朝活で訪れましてモーニングサービスを注文しました。平日は8時、土曜日は9時のオープンなんですけれども、開店から11時まで提供されるモーニングサービスはドリンクメニューに100円もしくは200円プラスすることでトーストや卵、野菜などがセットになる良コスパなサービスになっています。この日はホットコーヒーにプラスしてモーニングサービスの A セットをいただきました。シンプルながらも忙しい朝にはぴったりなサービスになっていました。続いてご紹介しますのはハードロックカフェ。世界中にお店を展開し愛される店舗ハードロックカフェ。発祥は1971年ロンドンに遡ります。ロンドン在住の2人のアメリカ人の方がアメリカのダイナーを再現したいという思いでオープンしたお店。アメリカ料理に馴染みがなかったヨーロッパで大ヒットし、現在は全世界の主要都市に180店舗以上構えるような巨大なレストラングループになりました。日本では1983年に東京六本木に第1号店がオープン。今では東京、横浜、大阪、福岡など計7カ所でカフェを展開しています。2002年にオープンし、2014年2月にリニューアルされましたこちらのハードロックカフェ上野。JR 上野駅直結という高アクセスということもありまして、非常に人気の高い店舗です。入り口はハードロックカフェのインパクト大な看板とエレキギターで早速お出迎え。そして内装で注目すべきは世界中のミュージシャンが実際に使用した楽器や衣装の展示。どの店舗にも豪華なミュージシャンの展示品が飾られているのが特徴的で、ハードロックカフェ上野はジョン・オーツのギターやジミ・ヘンドリックスのスカーフ、マイケル・ジャクソンのシャツなどが展示されています。他にもたくさんの展示物がありまして、展示物自体も定期的に変わるようなので音楽好きにはたまらないかなと思っています。また料理のメニューも非常に豊富。バーベキューソースを塗りながら焼き上げた骨付きあばら肉でありますベイビーバックリブや1号店オープン当初から続くハンバーガー、ブラウニーの上にアイスクリームとチョコレートソースがかかったホットファッジブラウニーなどザ・アメリカンなメニューが勢ぞろいしています。またドリンクに加えましてもノンアルコールドリンクに加えてビールやカクテルなどのアルコール類もたくさん。ランチはもちろんのことカフェ利用から飲み会後の二次会利用としても様々な場面で使えそうです。また先ほどちらっと映したんですけれども、上野といえばのパンダたちの誕生日をお祝いするようなオリジナルピンだったり、忍者と書道をモチーフにしたコラボピンの販売など、日本や上野ならではのグッズ販売もあります。ということで、食べる、飲む以外にもたくさんの楽しいコンテンツを用意している、そんなハードロックカフェです。ちなみに現在は7月14日から始まっていますサッカー選手のリオネル・メッシ選手考案によるオリジナルスペシャルサンドイッチが提供されています。音楽界だけではなくてサッカー界ともコラボレーションしたオリジナルメニューになっていますので、ぜひこの機会にそちらも試していただければと思います。さて今回はランチタイムに訪問しておりまして、まずソフトドリンクの飲み放題をセットで注文させていただきました。こちらはコーヒーやコーラなどに加えましてコスモポリタンアイスティーだったりスパイスオレンジティーなどハードロックカフェでしか味わえないようなアイスティーが楽しめるのもおすすめの点です。そしてメインでいただきましたのはこちらのトスターダサラダ。カリッと揚げたトルティーヤの生地の上にグリルされたチキンやチーズ、フレッシュなアボカドで作られましたワカモレなどがたっぷりと盛り付けられた注目のメニュー。添えられましたドレッシングをかけてからパリパリのトルティーヤを砕きながら食べられる体験はなかなかないかと思いますので、ぜひこの機会にお試しください。続いてご紹介しますのはジュラクというレストラン。上野駅前の横断歩道を渡ってすぐにあります昔ながらの食堂です。店頭にはフードサンプルとパンダのぬいぐるみたちがディスプレイされていまして、アメ横入り口の雰囲気も相まって外観からは昭和のレストランらしさを感じることができる、そんな店舗です。ジュラクは大正13年に須田町食堂として開業。洋食をリーズナブルに、
新しいスタイルで楽しんでほしいというコンセプトで運営されていまして、洋食ファミリーレストランという形態が当時まだ珍しかった東京で広く受け入れられるようになりました。最近はインバウンド需要もありまして、特に賑わっています上野駅前ですけれども、店内には大きめのテーブルもたくさんありまして、大人数でもおすすめ。提供されるメニューはビーフシチューオムライスやハンバーグステーキ、特製ナポリタンやカツカレーなど、洋食といったらこれといった昔懐かしいメニューの数々がラインナップしています。一方で広東麺や中華丼などの中華料理、カットステーキ重やロースカツ重などの和食も提供されています。デザートとしましてはプリンアラモードやフレンチトースト、また上野ならではのパンダパンケーキなどのデザートもありまして、フロート系のドリンクも揃っていますので、カフェタイムの休憩スポットとしても利用できるようなレストランです。その中、この日に注文しましたのはジュラクのおすすめメニューの一つ、大人のお子様ランチです。2280円と少し値段もするんですけども、大きくてがっしりしたエビフライとオムライス、ハンバーグがワンプレートに所狭しと盛り付けられた様子はまさに贅沢なメニュー。オムライスはバター多めのふわっと卵にケチャップライス、昔ながらのナポリタン、そしてジューシーな噛み応えがあるハンバーグなど、いろんなものを楽しむことができますので、ぜひレトロな空間と一緒にこちらの贅沢メニューを注文してみてほしいです。続いてご紹介しますのはルートパン、そしてルートブックスという2つのお店です。JR 上野駅の入谷口から徒歩5分程度のお店。グリーンに囲まれた癒しのブックカフェでありますルートブックスと、そちらに併設する形でオープンしていますルートパンというお店です。なんとこちらは10年間使われていなかった廃工場をリノベーションして作られた複合施設。向かい合って立つ2つの建物には、作り手から直接お客様に商品を届けられる場所をコンセプトにオープンしたルートブックスを中心に、ボタニカルショップや陶芸体験施設など想像力をかき立てられる施設が入居しています。そんなルートブックスの隣にありますのが、2019年3月にオープンしましたルートパン。ルートパンはオープン前から開店を待つ人がいるほどの人気店で、平日はご近所さん、週末は SNS の口コミを見て遠方からもお客さんが訪れるとのことです。12時を過ぎますと、こちらのルートブックスがオープンしまして、ルートパンで購入したパンとルートブックスのコーヒーを一緒にいただくことができます。ただ、こちらのルートブックスさんはあくまで書店。販売されている本を自由に持ち寄って読むことができるようなツタヤブックスさんとはちょっと違うので、その点はご注意ください。あくまで書店の一角で読書をできる場所としてドリンクが提供されているような、そんなスタイルのカフェです。ですので、購入していない書籍を席に持ち込むことは禁止になっていますので、その点はぜひ注意していただければと思います。さて、こちらの素敵な空間で、今回ルートパンのパンとルートブックスのコーヒーいただいたんですけども、ルートパンのパンは元パティシエさんが手掛けている絶品メニューの数々。ハード系から惣菜系まで種類が非常に豊富でございまして、どれも美味しそうです。塩パンなどのベーシックなパンに加えまして、ナッツタルトやカンパーニュなど様々なメニューがあります。ルートパンで購入したパンに関しましては、ルートブックス内のトースターでリベイクできますので、その点もとてもいい点です。そしてルートブックスではドリンクがオーダー可能。この日はアイスコーヒーいただいたんですけども、他にもオーガニックな素材で作られましたスムージーやクラフトビールなどの提供もあります。ちなみにこちらのルートブックスさんのコーヒーは、カフェ激戦区の清澄白河にありますアライズコーヒーさんの豆を使った本格的なコーヒー。この日は深入りの提供だったので、香り高く苦味があるコーヒーがパンとマッチして非常に美味しくいただくことができました。さて、こちらはリベイクをしている様子。この日は牛すじカレーというパンを注文してリベイクしています。こちらの牛すじカレーというパンは、こんがりハード系のパンの中にスパイシーで濃厚なカレーがぎっしりと詰められた一品。ちょっと温度調整が難しくて焦がしてしまったんですけども、うまくリベイクすることで美味しくいただけるかなと思います。加えていただいたのは右の手前に映していますあんバター。ルートパンを訪れた多くの人が購入する大人気のパンになっていまして、たっぷりのあんことバターが4つ。甘さとしょっぱさが絶妙にマッチした売り切れ必須のメニューになっていますので、食べたい方は早めに訪問して購入してください。そして今回最後にご紹介しますのは、ホテルリソル上野というホテルです。こちらは2020年7月のコロナ禍にオープンしたホテルでございまして、想像するホテルをテーマに運営されています。
周囲を森に囲まれたどこか異世界チックな雰囲気の中に多種多様な文化施設が立ち並び醸し出されますアカデミズム。レトロな看板、日焼けしたショーウィンドウ、漂う煙の香ばしい匂い、洗練されていない、きらびやかでもない、しかしなぜか心が求めてしまう日本の原風景、下町ズム。そんな相反するアカデミズムと下町ズムの価値観が不思議と心地よく共存する唯一無二の街、上野ならではの空間が広がっています。文化と人間が触れ合う場として開放されたフロントロビーから世界観が抜群で、冒頭でご紹介したように上野駅周辺にたくさんの美術館があり、芸術的な側面も強い上野の街だからこその空間なのかなと思っています。また外国人観光客の方にとっても嬉しいような案内がたくさんされていまして、英語でのサービス等が充実している点もとてもおすすめかなと思っています。入り口入ってすぐには上野といえばのパンダをモチーフにしたアートがたくさんあります。新進気鋭のアーティストたちがその思いや技術を具現化したアートの数々を展示しているとのことで、ギャラリーでは常設展示に加えまして格付きで開催されます特別展示のコーナーもあるとのことです。ですので美術館を多数備える上野らしい空間づくりを心がけているのかもしれません。今回はコンセプトルームという特別な部屋に泊まることにしました。もちろん部屋もおすすめなんですけれども、先ほど映していました通りフロントの前にはたくさんのアメニティバイキングがありまして、アメニティに加えましてヘアアイロン等も借りることができますので、上野でのアート巡りやカフェ巡り、そして動物園など様々な要素を楽しむときにもおすすめなのかなと思いました。もちろん私のように東京在住の方が金曜日仕事が終わった後手ぶらで立ち寄れるという点もおすすめなのかもしれません。さて今回宿泊しましたこちらのコンセプトルームは、美術館を歩くように、動物園を冒険するように、訪れるたびに新たな物語が生まれるような特別室。印象派の色彩を大胆に取り入れましたウォールアートには上野のアイコンでありますパンダが描かれています。新しいホテルということもありまして洗練された空間になっていますので、そこもお勧めできるようなホテルになっているかなと思っています。ご覧のように水回りもとても綺麗です。そして注目すべきはこちらシャワーヘッドのリファ。美容好きの女性には嬉しい特典になっていまして、上質なくつろぎの空間に印象的なエッセンスを備えているようなお部屋でした。JR 上野駅の浅草口または入谷口から徒歩1分の好立地でございますし、東京メトロの上野駅から出た場合にも9番出口から1分になっていますので、アクセスはめちゃくちゃいいかなと思っています。そして朝食にはベーグルセットもしくはパンセットから選ぶことができました。7時から10時までの間でしたらどの時間に来てもこちらのメニューをいただくことができまして、先ほどご紹介したアーティスティックなロビーでいただくのもできるんですけども、もちろんお部屋にテイクアウトしていただくこともできます。ですので忙しい場合にはお部屋にテイクアウトして食べながら身支度をするというのもおすすめかもしれません。先ほどフロントで映していました通り、入浴剤や種類豊富な紅茶、コーヒーもありますので、チェックイン後のひとときで紅茶、朝はチェックアウト前にコーヒーを飲むのもいいかもしれません。以上、今回は上野カフェ&グルメ5選に加えましてホテルステイの候補としてホテルリソルさんをご紹介しました。もともと東京在住なのであまりホテルの紹介できないんですけども、今回は機会がありましたので上野のカフェ特集に加えてホテルもご紹介させていただきました。まだ残暑が残っていますけれども、季節としてはすぐに秋が訪れます。秋になりますと芸術の秋、加えまして食欲の秋になるかと思いますので、上野という場所は特におすすめなのかなと個人的には感じています。また過ごしやすくなってくるかと思いますので、カフェ巡りや美術館巡りに加えて上野恩賜公園でゆっくりとピクニックするのもおすすめかもしれません。またこれまでにご紹介してきています通り、上野は特にモーニングがおすすめなお店が多いので、例えば今回ご紹介したホテルに泊まりつつ朝活として喫茶店に訪れてその後に美術館を巡るというのもいいかもしれません。ぜひ様々なプランを考えつつ上野を満喫してください。以上ミッキーでした。ありがとうございました。